本棚をポケットに入れて持ち歩く。こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと Galaxy Z Fold 8について、5日間ぐらいですかね、使い込んだ感想をレビューしていこうかなと思います。つい先日こんな感じで動画をアップしてたんですが、ロンドンに行ってようやくね日本に帰ってきて、今じっくり端末触ってるんですけど、いいですね。この画角、このアスペクト比はもう本当に待ち望んでいたっていうわけではないんですけど、極物ガジェットがようやくねちょっとメインストリームに乗っかってきた感があって、これは本当にユーザーのニーズともう本当にデバイスがマッチしたような感じがするので、これについてしっかりと今回は動画を撮っていこうかなと思います。やっぱりねこの発表会のテンションでこれは最高だ、いいぞっていうね思ったところもあれば、使い込んでみてこれはちょっと若干難しいかもみたいなところもあったりして、その解決策も模索しながら今使っているところなので、その辺をね詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですが、こちらが Galaxy Z Fold 8ですね。このサイズ感というか雰囲気めちゃくちゃ良くないですか？なんか手元のガジェットとかで言うと、こういうね最近購入したティーンエイジのマイクだったり、あとはずっと愛用して使っているシグマ BF とか、こんな感じで合わせても本当におしゃれだなと思うんですけども、今回この Galaxy Fold 8が新しい画面比率のモデルとしてね出てくれていて、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。僕はね手が結構大きめなので、こうやってね手のひらに持てるようなサイズなんですが、どんなサイズかっていうと、パスポートをね想像してもらえれば結構近いサイズ感かなと思います。それより若干、0.5 ミリぐらい小さい感じなんですが、結構パスポートを持った時と同じようなサイズ感で、 Pixel 9 Pro Fold と比べてもこのぐらいのサイズ感の違いがあり、iPhone と比べてもねこのぐらいのサイズ感、画面が使っていないことがバレてしまう。画面のサイズ感がこのぐらいの違い、このぐらいの違いがあるっていうことが分かってもらえるかなと思います。この Galaxy Z Fold 8はどんな端末かっていうのを一言で表すと、簡単に言うと Pro Max とか XL とかちょっと大きめの端末を7割ぐらいのサイズ感にギュッとね閉じ込めた、そんな感じのイメージです。一応ね簡単にスペックをおさらいしておくとこんな感じですね。画面比率は4対3で、スペックに関しては最新の、Galaxy Z Fold 8 Ultra とか、あの辺全て同じ SoC を使っているので、基本的な性能としては、最上位モデルとほぼほぼ変わらない、メモリとストレージが違うところはあるんですが、基本的には動画とかゲームとかその辺、スマホでやりたいことはサクサク行えるという印象です。バッテリーもある程度強くて防水防塵も備わっていて、カメラも最低限最近のカメラでいうと普通な感じではあるんですが、二眼を搭載している。バッテリーもそれなりに持つし、防水防塵性能も備わっていて、かつ、特筆すべきは重さです。 201g っていうところで、Galaxy のねこうやって開く横開きのタイプの中では最軽量の端末となっているっていう、極物の部類なはずなのに、普通にメイン端末を貼れるようなスペックっていうところが今回この Fold 8の面白いところかなと思います。感慨深いですね。ちょっと極物ガジェット好きとしては、イニシアはねアクオスパッドだったり、あとは最近じゃねえか、サーフェス Duo っていうめちゃくちゃかっこいい端末があったんですよ。あれとか、あとはちょっと前だと Pixel Fold とかね、あの辺のいい感じの画面比率、漫画とか動画とかコンテンツを読むならこれなんだよみたいな方向性で、今までねそういう端末好きで使ってきたんですけど、なかなかメインも貼れないというか、ちょっと欠けていたり、ここが違うんだよなっていう。で、スペックもう少し上げてくれとかね、いろんな、お財布携帯つけてとかね、そういうのがあったんですが、その辺が今回全部これ入っているっていうのが特徴で、これはもう極物なのに市場を取りに来ているなっていう印象の端末ですかね。
っていうところで、外観に関してはねさっき触れた通りなんですけど、こんな感じで画面をつけると可愛らしい雰囲気になっていて、サクサクヌルヌルです。当たり前なんですが、でこれをパカッと開くと、よいしょ、そのままこの画面比率になって、こんな感じでノーションを開いたりとか、動画を見ながらメモを取ったり、あとはこのサイズ感なのにしっかりと雑誌が読みやすいっていうところがいい端末ですよね。これは僕の場合結構ね、こういう端末はポケットに入れて、いつでもこう電車の中でさっと取り出して、で乗り換えの時はさっとまたポケットに入れるっていう使い方が定着してるんですけど、そういうのがこのサイズ感であることで使いやすい気がします。ポケットへの収まりがいい感じとか、この見た目とか的には個人的には最高に好きですね。やっぱこのサイズ感っていうのがめちゃくちゃ良くて、この Pixel 9 Pro Fold と比べてもかなり小ささが際立つことが分かります。で実際にこの画面比率、アスペクト比どうなのっていうところで言うと、コンテンツを見たり漫画を読んだり動画を見たりみたいなのはすごく最高なんですが、一方で若干やっぱね、ウェブこういう縦スクロールが必要なものだったりとか、あと Twitter みたいなやつとかね、こう縦スクロールが発生するコンテンツに関しては若干の物足りなさは感じます。ただこの辺に関しては一応解決策をね、ある程度考えられたところがあるので、後半でちょっと紹介していきますね。で僕の場合やっぱフォルダブルは、こうやって画面をね開いて2画面使ってクロードとかノーションを使ってね作業するパターンと、あとは雑誌を読む、漫画を読むみたいなことが使い方のほとんどなんです。例えばなんですが、こんな感じで Kindle あるじゃないですか。こういう風にね雑誌を開くとすると、この感じで見れるんですよ。これすごくないですか？なんかこの筐体のサイズの割に画面の大きさがかなり際立っていて、ベゼルがかなりね薄いので、その辺ねコンテンツを楽しむっていう点ではもう本当に最適化されてると思います。例えばこれまでで言うと、この辺 Pixel 9 Pro Fold とか1対1に近い画面比率なんですが、 Pixel 9 Pro Fold と比べるとこんな感じで、あとはやっぱり iPad とかが結構ね8インチで近いような画面サイズ、画面比率なので、それと比べていくとこのぐらいの感じの違いがありますかね。ちょっと画面の明るさを合わせていこう。さすがに中身をねこうやって見せるのは難しいんですけど、ざっくりとこんな感じですかね。こんな感じでちょっと見てもらえれば雰囲気がわかるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと横開きで本を読む感じだとこういう印象になります。こんな感じで Pixel 9 Pro Fold と、Galaxy Z Fold 8比べるとやっぱ若干大きい感じがしますね。こんな感じでもう最適化されてるサイズ感で、 iPad mini と比べると、本当に若干だけ iPad mini の方が大きいかなっていう印象。文字サイズとかはあんまり変わらないので、見開きで雑誌とかを読むっていうのは結構ね、サイズ感的に文字が細かすぎるんですが、縦とかにすれば、よいしょ、縦で例えば、なんとなく最適化していくと iPad mini と比べても結構ね、近いようなサイズ感で表示ができます。で文字に関してもね、等倍でも結構くっきりと解像度高いので読みやすい印象ですかね。この辺が Pixel 9 Pro Fold と比べるとこのぐらいのサイズ感で、このぐらいあるとやっぱりね、雑誌とかそういうちっちゃい文字も見やすいかなっていう印象ですね。体感としては本当にね iPad mini を持ち歩いている感覚に近くて、それでいてこの折りたたまるのでサイズが半分になっているっていうところが、持ち運びしながら雑誌読んだりそういうのが読みやすくていい感じです。パンチホールがね若干気になるっていう人も結構ちらほらいたんですよね。確かにねこうやって持つと若干こう被って気になる人もいると思うんですけど、漫画とかもこんな感じで被ったりするんですが、個人的にはこうやってね、よいしょ、ひっくり返してこうやって持つと、ここってほぼ使われないので、こんな感じで読む分には全然問題ないかなと思っていて、こっち側にこうやって持ってこうどっちにしろ隠れるんで、こんな感じで使うとそんなに
パンチホールここよりは気にならないかなみたいな、そんな印象です。で一応これパンチホールをね隠すっていう手もあるんですよね。で Kindle でカメラ領域を隠すを設定すると、こんな感じでパンチホール部分を除外して表示してくれるモードになります。縦とかだったら割と問題ないんですが、横に見開き表示だとここの分がねちょっとこう下に若干なんですけどピッて飛び出てしまうので、実際のページよりも枠線が見えないぐらいちっちゃくなっちゃうから、パンチホールを逆にして持つっていうのが個人的にはおすすめかなと思っています。あともう一つ話で多かったのがやっぱ Twitter の表示とかかな。Twitter に関しては結構ねやっぱ1行あたりは狭い印象ですかね。Pixel 9 Pro Fold とちょっと比べてみるんですが、一つの表示領域がやっぱ若干狭いみたいな、本当にこの部分を切り出して4対3にして表示している感覚に近い感じがします。こんな感じ。若干ねここは気になるっちゃ気になるかなみたいな。逆にね縦にするとこの見開きっていうところで言うとね領域は広くなるんですけど、このサイズで Twitter 見るかと言われると微妙なので、やっぱここでね見るからその分表示領域は若干狭い感じですね。これはこういうねニュースフィードとかもそうで、やっぱ表示領域っていう意味で言うとなんか実際の画面分の小ささがちょっと顕著に現れる印象ですね。この辺はウェブサイトとかなんかね縦スクロール系のコンテンツをよく消費する人だと注意が必要なポイントかもしれません。ちょっと画面が小さくて見づらいかもなんですが、見開き表示の領域でいうと結構ほぼほぼ iPad mini と近いような雰囲気になっています。でこのピクセルが一番広いですかね。その分画面はちっちゃいんですが、でそれぞれちょっと開いていくとよいしょ横にした時の表示領域はこんな感じですね。それぞれ見やすいです普通に。ただやっぱ、このね4対3ぐらいの方が個人的にはパソコンの表示に近くて見やすいなっていう印象なんですが、こういう違いで、縦にするとこんな感じの表示のイメージですね。でなんかやっぱねフィット感というかぴったりくる感は結構あります。ウェブサイトによってはね結構画面をこうパタッと開いた時もスマホビューにしかならなくてめっちゃ伸びちゃうみたいな現象あったりするんですが、この辺もしかしたら iPhone の折りたたみがね発表されてしばらく経つと最適化されていくんじゃないかなと思っているので、その辺はねどんどんこれから最適化されていくといいなっていう感じがしています。でその辺のウェブの表示に関してはやっぱりね店頭というかデモ機を触ると顕著にうわこれないわみたいな感じになると思うんですけど、ちょっとした小技である程度快適になります。まずねちょっとやっておきたいところとしてはディスプレイのサイズですね。この画面レイアウトとズームみたいなところが最初結構大きめというかこのぐらいになっているので、それを一番小さくしたり、あとは文字サイズも結構ね真ん中ぐらいになってたりするので、それを僕はね下から2番目ぐらいにしてちょっとちっちゃめみたいな、一番小さくするともちろん画面のね表示サイズ大きくなるんですが真ん中ぐらいにしています。で画面の表示に関してはこれはねちょっと自己責任になるんですが、一応 Android には開発者モードっていうのが備わっていて、ここの端末情報のソフトウェア情報からビルド番号を10回ぐらいねこうやってタップすると開発者モードっていうのがオンになるんですね。開発者モード進んでいくと描画っていうところに最小幅っていうのがあるので、この最小幅をどんぐらいだろうな、自分の好きなやつでいいと思うんですが600ぐらいにしていくとこんな感じでもうほぼこのサイズのタブレットみたいなサイズ感になります。ちょっとねどんぐらいがいいんだろうな、680とかかな、580とかでもいいかも。581に今したんですが、めちゃくちゃ文字は小さいけどこのぐらいの表示になったりするんですよね。この状態で Twitter とかを開くと縦表示がかなり広くなるっていう一応そんな豆知識があります。こういう感じ、普通にもうパソコンで見てるような雰囲気になったりするので、ここは本当自己責任の設定なんですが、こういうね手も一応ありますよという、500ぐらいでもいいのか、500ぐらいでもこのぐらいの感じで、バーがサイドに来るのでこういう縦スクロール頻繁にしたい人はこれ設定をしておいてもいいかも。はい、
続いては動画の視聴体験ですね。動画の視聴に関しては前の動画でもちょっと説明してるんで簡単に紹介するだけにとどめるんですけど、ちょっとだけ大きい Pixel 9 Pro Fold と比べるとちょっとだけ大きいけどめちゃくちゃ違うかって言われたら、そんなことはないっていうのが正直なところです。こんな感じで、こういう画面表示にするとほぼ一緒かな。このね上下の帯の部分が少ないことでよりちょっと見やすいような雰囲気になるっていう、そこがポイントですかね。で結構言われているのがフレックスモードですかね。ピクセルとか折りたたみスマホって基本こうやってこのぐらいにするとここにタッチパネルが出てきて、でスタンドとかをいらずにねこうやって、ご飯食べながら動画を見たりとかができるんですよ。なんですが、これも当然それあると思いきやないんですね。とどまることができない、そもそも。で無理やりとどめたとしてもフレックスに対応していないっていう、ここはヒンジ構造の問題なのかなと思うんですが、これが結構、ネットでもよく言われていたことかなと思います。で僕はそんなフレックスモード使わないんですけど、打開策としては、こっち側のカバー画面表示でこうやってここでこんな感じで角度をつけてみるのがベターなのかなと思っています。角度が90度を超えるとメインディスプレイになっちゃうので、90度まではこんな感じで表示したりとか、モノグラフとかの動画を見るとこうやって使ってたんですが、このパターンでこうやって見てもいいのかなと思います。でも唯一できたらよかったのがこういうモードですかね。若干こう斜めにしながらキーボードでパタパタ打ちたかったので、その辺は若干不便かも。でキー入力に関しては基本的にはね、僕はすごい打ちやすくなっています。この画面にした時もこんな感じで分割してくれるので普通に入力しやすいんですよね。で片手で使う時だったらこんな感じでフローティングモードみたいなのでこうパタパタとこっちで入力ができるから、そんなに気にならない、このサイズでも。僕みたいにクオーティキーボードよく使う人だったらこの表示は結構いい。フリック入力の時も僕結構手が大きい方なんですが、やっぱね画面の端とかはギリギリちょっと届きづらいかなっていう感じです。特に片手で持ってる時にこっちの方は結構きついので、皆さん多分きついっていう人が多いと思うんですが、これもフローティングキーボードみたいにしてこうやってこっち側に寄せて使ったりもできるし、ちょっと僕使わないんで分かんないんですけど、片手モードっていうのがあるらしくて、こっち側にね寄ってくれる入力方法もあるらしいから、そこもそんなに気にならないんじゃないかな。でこのねヒンジに関してはフレックスモードはできないんですが、やっぱこうやってここでねこう開いてくれるおかげで、例えばなんですけど、僕結構こういうキーボード外付けのやつをこうね接続して、パソコン持ってきたくないけどなんかちょっと動画アイデア湧いてきたわっていう時はねこんな感じで使うことも多いので、これでパタパタとこっち側でよいしょ、例えばこんな感じでこれでテキスト入力ができますみたいな感じで、こういう感じでね、入力もできるし、であとスタンドがあるケースを使えばこんな感じで、このね画面表示サイズで使えるから、あれもうこれ実質パソコンじゃないみたいな、もうほぼほぼちょっとしたなんか PC、GPD Win みたいな GPD WinMax みたいな雰囲気でこうやってね使えるので、例えばこんな感じで2画面表示にして、ここでねウェブを見ながらここでメモを取るっていうのもいいし、例えばすごいのがこれ一応画面ちっちゃめなんですが3画面表示も対応してるんです。こんな感じで、これ今までトライフォールドしかできなかった機能らしいんですが、画面比率的にミニトライフォールドみたいな感じでこういう表示ができるので、例えば今こっちを使ってるのであればこっちを広げて、でこっちを使いたいのであればちょっとこっちを広げて、で真ん中を使いたいのであればこう広げてみたいな、そういう使い方ができるので、スタンドを使いながら、あとこれ、こうやってカーソルも使えるじゃないですか。 Windows じゃなくて Android なので、ある程度こんな感じで自由にねレイアウトしながら作業ができるので、DeX モードは使えないんですけど、それなりに近いような感覚で単体でも使えるっていうのが熱いポイントかなと思います。欲を言えばね DeX モードそのまま対応してくれれば、これとこれこうやって持ってきてこのまんまこうサクサクっとね作業ができるのでいいんですけどね。DeX モードは何かっていうと、このスマホの表示をパソコンみたいなデスクトップ表示にしてくれるっていうものですね。今のところは画面を接続しないと使えないかなっていう。あとこういうね XReal みたいな
XR グラス、実質ディスプレイなんですけど、これをこうやって挿すことで、よいしょ、で割と大画面でデスク上にはもうこれだけみたいな感じでこうね作業ができていくので、こういう使い方も全然ありですね。もうほんとタブレットが宙に浮いているような感じです。これはまた別途動画も撮りたいし、なんならちょっと前にピクセルで使った動画もあるので、これを参考にしてもらえるとイメージは湧きやすいかなと思います。やっぱね、ギャラクシーの DeX モードは洗練されてますね。世代を重ねるごとに普通に使いやすいから、ちょっといいなこれ。この単体だけで作業環境を組みたいところがあります。で若干ね気になるところとしては、これケースをつけないとマグセーフ系のアイテムが使えないところですね。無接点充電には対応しているので、ゆるい磁石は備わっているんですが、例えばこういうマグセーフを使う系のスタンドとかがくっつけられるほどは強くないです。もう本当にゆるい感じ、こうやったら落ちちゃうぐらいのゆるい感じなので、こんな感じ、この辺にねマグセーフが来るので、そういうケース今シュピゲンとか、あと公式からも売っていて、公式だと1万5,000円ぐらいするんですよね。このケース、この素材で1万5,000円かみたいな、1万円超えてくるかみたいな、結構ビビるぐらいの価格なので、ちょっとねシュピゲンのやつ買おうかなと思ってるんですが、そういうねアイテムがないとマグセーフは使えないっていうのは知っておいた方がいいかも。はい、続いてカメラに関してなんですが、カメラは残念ながらフリップ8と同じような感じで5000万画素のメインカメラ、超広角カメラを搭載しています。この辺 Galaxy Z Fold シリーズの後継機であれば、3眼搭載しててね、メインカメラ2億画素とか強いイメージなんですが、その辺を明確に今回は Z Fold 8 Ultra と差をつけてきていますね。ポジティブに捉えると、カメラを2眼のモジュールにすることでコストを抑えて手に入れやすくしてくれているという見方もできるんですが、普通に考えたら3眼あった方が嬉しいですよねっていうところではあります。なんだちょっとしょぼいカメラがついてくるのかとは思ったんですけど、一応ね、撮った写真を見てみるとこんな感じです。結構そもそもギャラクシーのセンサーとカメラって割といいんですよね。それなりにね性能もいいものを搭載しているので、写真に撮っても結構綺麗です。カメラに関しては2眼なんですけど、デジタルズームができるので、一応ねそれも試してみました。こんな感じで 0.6 倍、そして1倍、2倍からがデジタルズームですね。で4倍、10倍っていう形で、結構10倍にしてもはっきりくっきりと映ってるんですが、この辺はかなり AI 補正は入っているのかなと思います。ウルトラっていう名を冠する他のフラッグシップ機と比べるとどうしてもねカメラは見劣りしちゃうんですけど、普段使いするっていう意味であればそこまで困らない感じなのかなとは思います。でかつ個人的にはこの VFL なんとかみたいなこのね AI 処理をできる限り消してくれるアプリがあるんですが、このカメラアプリ UI も結構面白くて、こんな感じで四角で撮ったりとか、こういう感じで使うんですが、これで撮ると本当に街中とかもなんかAI とかスマホっぽいみたいな感じを消してくれて、できる限りカメラで撮ったような雰囲気に仕上げてくれるので、このカメラを使って僕は結構使うことが多いです。であとは動画ですね。動画に関しても普通に結構綺麗に撮れるんですけど、面白いのが今回プロ動画っていうやつに対応しています。でプロ動画をやるとどうなるかっていうと、ログっていう形式で収録ができるんですよ。より多くの情報をねこの動画の中に詰め込むというか、この後に編集すること必須なんですが、こういう浅い色で収録できることによって、で街中の動画を撮った時に、今までだったらなんかちょっと AI 感強いなとか言ってね使いづらかったんですが、ログで収録することによってある程度自分の好きな色でね編集できるから、これは正直思ったより綺麗だなっていう印象があります。はい、今ログで収録してます。なんか Z Fold 8 Ultra はログがめちゃくちゃ綺麗だったんだけど、こっちどうかな。多分レンズが違うからなんか違うかもしれない。ダイナミックレンズというか、いいですね。この急に暗くなるところでも耐えれるのがやっぱログだと耐えやすい。こういうのいいな、楽しかった。
ちょっと今はこの Galaxy のウルトラワイドのカメラの方でログ収録してみています。まあワイドカメラとかだとそんなに綺麗にはならないかもしれないが、こんな感じで今撮ってみています。やっぱワイドカメラの方が動画は綺麗に撮れる気がする。よし。おグイーンってなるな。意外とズームが割と自在にズームがどうですか？結構綺麗じゃないですか。今までで言うとこういうね動画を撮るシーンだとやっぱ iPhone ないときついなっていうね印象があったんですけど、この辺なんかログで普通に収録できるようになったことで、ギャラクシーだけ単体で持っていてもある程度ねちょっとした動画撮りたいという時にすごく使いやすい印象があります。カメラに関しては、それなりの性能で暗視には若干弱いみたいなところなんですが、ある程度こうログ収録ができたり、写真もこんな感じで撮れたりとそんなに不便は感じないかもです。はい、で続いてバッテリーなんですが、バッテリーの持ちに関してはそれなりかなっていう印象です。4800mAh なんだけど、体感としては Z Fold 7ぐらいのイメージですかね。思ったより漫画とか雑誌とか画面のね書き換えが少ない系のコンテンツを表示しておくと持つ気がするんですが、動画撮影したりとか写真を撮ったりとか能動的にいろんなパワーを使う作業とかゲームとかをすると結構減りは早いイメージです。外で充電したりとかもできると思うんですが、最近モバイルバッテリーをね持ち歩くのもちょっと躊躇するような時期なので、この辺は丸1日ギリギリ持つかなみたいな、セーブしながら使えば持つかなみたいな感じですかね。はい、というわけでこの Galaxy Z Fold 8をだいたい5日間ぐらいがっつり使い込んだ感想はこんな感じです。いい点はさっきも言った通り、このポケットにいつでもね持ち歩いて、このサイズ感でめちゃくちゃ軽くて折りたたみっていうのがやっぱね一番の売りです。それこそこういうアスペクト比でメイン級のスペックの端末って今までなかったので、その辺がやっぱりね選ぶポイントになるかなって感じです。特に僕らで言うと漫画とか雑誌とかコンテンツを消費することが割と多いと思うので、そういう使い方がメインの人にとっては最高の端末ですね。一方でなぜこの端末のアスペクト比がこれまで出てこなかったのかっていう話なんですが、これに関しては、単純にちょっとねやっぱ表示領域の感じで物足りなさがあるかなと思います。ここが気になるポイントですかね。最初やっぱ触っててもこれはすごい最高に楽しいって思うんですが、例えば普段何気なくポケットから取り出してニュースでも読むかとか SNS、Twitter とかインスタとか見るかっていう感じだと若干やっぱいつもより表示領域は物足りないです。例えば画面をねこうやって表示してみてもキーボードが画面の半分を覆ってしまう感じだったり、あとは分割で使う時にもね、こっちにメールこっちにブラウザを表示するにしても普通にね両打ちで使うとこのぐらいキーボードが来てしまうし、フローティングを使えばねこのぐらいのキーボードになるんですけど、単純にこの画面が大きいスマホのここ分が失われたみたいな感じになるので、その何か生産性のある作業をがっつりしていきたいとか2画面分割で作業をしていきたい、あと基本の使い方が閉じたまんま SNS みたいなそういう使い方にはもしかしたらちょっとね物足りなさは感じると思います。打開策としてはさっき紹介したみたいに画面比率、画面の表示を小さくするとか、あとよりタブレットっぽく使うっていう手法もあるんですが、僕はまだ全然いけるんですが、これ多分ね老眼とかが入ってくるような年齢になると、表示がそれこそかなりギュッと小さくなっちゃうので、そこはもしかしたら厳しいのかなっていうところです。そういう理由があっておそらくこの
画面比率のスマホはほとんど出てこなかったんだろうなと推測するんですけども、一方で僕は結構閉じた状態で雑誌を読んだりとか、そういうねコンテンツを見るっていうところに使うことが多いし、あとは外部のねキーボードをつないで使うっていう用途だと本当にこの画面比率すごく使いやすいので、そういうタイプの人にはすごく向いている端末なのかなと思っています。良くも悪くもメイン級の端末なんだけど極物っていうジャンルでもあるし、だからこそ偏愛というか内側から湧き出るいいぞこの端末っていうのがねすごく出る端末だと思うので、ぜひ皆さん店頭でも触ってちょっとね購入を検討してみるのがいいかなと思います。ちなみに僕はすでに購入済みです。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。また購入したやつがね届いたらアクセサリーとか、どういうもの合わせるといいのかとかね、そういうのも紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントとかいいねとか気になったことがあれば連絡してもらえるといいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。